ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、フオラよ。彼女はミストウォッチ砦を占拠している山賊団のリーダーで、砦内で女房を探してくれと頼まれるクエストの目的人物でもあるわ。スカイリムには多数の山賊が生息しているけど、彼女こそがその頂点、最強の山賊よ。ただ彼女は能力決定のプロセスが複雑で、気をつけないと最強の山賊にはなれない可能性があるわ。それについては後で説明するとしてまずは性能を見ていくわよ。始まるよー。フオラの性能は、要は山賊長よ。片手武器による強力な攻撃と、全身重装備による防御力の高さが魅力の死体ね。山賊長はプレイヤーのレベルによって中身のランクが決まるのだけど、プレイヤーのレベルが十分に高ければ山賊長のレベルは28まで上がるわ。ところがこのフオラのレベルは、37もあるわ。フオラは所持パークこそ山賊長と全く同じなのだけど、レベルはプレイヤーと同期して上がっていくから、山賊長のほぼ上位互換になってるわ。山賊を束ねる山賊長を上回る強さを持っているのだから、彼女こそがスカイリムにおいて最強の山賊であると言えるわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがフオラのステータスよ。まずは大量にあるパークから見ていきましょうか。大半が片手武器と両手武器に関するパークね。普通の山賊長は片手武器と両手武器の両方を得意としているのだけど、彼女の場合は片手武器の方をより得意としているわ。だから片手武器を持たせた方がいいのだけど、メイスに関するパークは所持してないから、基本的には剣か斧を持たせるべきね。エクストラダメージ 2.5 を持ってるからかなりのダメージを出せるわ。実は山賊長は重装より軽装の方が得意で、実際の装備とスキルが噛み合ってないのだけど、彼女の場合は重装の方が得意だからこの点も普通の山賊長より優れているわね。そして最も注目すべきなのが、プレイヤーのレベルに合わせてレベルが無制限に上がっていくことよ。10とか上限レベルを超えないように気をつける必要はあるけど、このおかげで普通の山賊長より高いスキルレベルを得られるわ。実は体力はレベル34の時点では普通の山賊長よりわずかに低いのだけど、スキルレベルによる攻撃力や防御力の上昇というメリットの前では些細な問題だわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。精霊の石碑南東のミストウォッチ砦に入ると、砦内に忍び込んでいた男性から女房を探してくれと頼まれるのだけど、その探してくれと頼まれた人物がフオラよ。出会ってすぐ死体にしてもいいのだけど、彼女の頼みを聞いて男性に彼女が死んだと伝えて、最後にそのことを報告する前に彼女を死体にすれば、クエストマーカーを残したまま獣人にできるわ。ただしこの場合クエストを終わらせることができなくなってしまうのだけど、クエストを終わらせなければ保存アイテムなしで保存が可能だから、保存アイテムの節約のためにもクエストは終わらせないことをおすすめするわ。彼女はランダムで兜を装備してないことがあるのだけど、その場合は防具をすべて剥ぎ取ってから蘇生して、大きめのロードを挟めば防具が復活するから、これを繰り返せばいずれ兜を装備してくれるわ。彼女のレベルは常にプレイヤーのレベルの 1.1 倍になるのだけど、体力やスキルレベルなどは出現した時点で固定されてその後変化することはないわ。だから最高性能の彼女を手に入れるには、レベル37でミストウォッチ砦を訪れる必要があるわ。私はレベル34で出現させたけど、何レベルで出現させるかは各々のプレイスタイルに合わせて決めるといいわ。そしてここからがややこしいのだけど、彼女が所持してるパークは、ミストウォッチ砦に近づいた時点で決まるみたいなの。例えばレベル1でミストウォッチ砦に近づいて、レベル80まで上げてから砦内に入ってみると、ステータスはレベル88相当になるのだけど、所持パークは最低ランクの山賊長と同等になってしまうわ。具体的にどれくらい近づいたらパークが決定されるのかはわからないけど、精霊の石碑までだったら近づいてもパークが決定されることはなかったわ。もし彼女を最強の山賊として獣人にしたいなら、低レベルのうちはミストウォッチ砦に近づいてはいけないということになるわね。そんな装備で大丈夫か？彼女に持たせる武器なのだけど、防御してばかりだとせっかくの攻撃力の高さを活かせないから、フォースウォーンの剣などの二刀流が可能になる武器を持たせるのがおすすめよ。盾を持たせた場合より防御力は下がるけど、敵を早く倒せる分むしろ受けるダメージは減ると思うわ。
彼女は普通の山賊長と違って弓の適性もそれなりにあるから、弓矢を持たせれば遠距離攻撃もこなせるわ。レイならソリチュードの矢作り職人にデイドラのクロスボウが固定で落ちてるからこれを回収して、同じく矢作り職人で買えるボーンモールドのボルトを装備させれば、レベルや家事スキルに関係なく最強クラスのクロスボウとボルトを揃えられるわ。一発あたりのダメージは片手武器よりも高くなるけど、時間ごとのダメージは二刀流の方が上だから、弓矢は遠距離の敵戦用と割り切って、片手武器と弓矢両方を持たせるのがいいと思うわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はフオラについて紹介したわ。条件さえ満たせば間違いなく最強の山賊なのだけど、ミストウォッチ砦に近づいただけでパークが決定されてしまう点には注意が必要よ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。